作るカフェチャンネルへようこそということでですね、今回はですね、前回の続きとなっております、スペースマリンコデックスでですね、紹介させていただいたんですけども、こちらのスペースマリンのアーミー紹介の続きになってきます。続きと言っているんですけども、非常にたくさんある内容の中の触りだけをお話しさせていただいておりますので、そういうのがいるんだねというふうに思っていただければいいかなというふうに思っております。設定がね、非常にモリモリになっていますので、追っかけていく、深みにはまっていくといったものになっていて、それが面白いんだよっていう感じではあるんですけども、まずはですね、知っていただくといったことがいいかなと思います。ではですね、今回はですね、スペースマリンの紹介の中でですね、前回の簡単なおさらいと言いますか、20個あるスペースマリン最初にいたんですよと。で、20人プライマークがいて、9人だけが中性派になりました。はい。で、その9戦団、覚えてますかね。覚えてない方のためにもですね、簡単に中性派だけ説明していきたいと思います。では、第1戦団がですね、ダークエンジェル。で、第5戦団、ホワイトスカー。第6戦団、スペースウルフ。第7戦団、インピレルフィスト。第9戦団、ブラッドエンジェル。第10戦団、アイアンハンド。第13戦団、ウルトラマリン。第18戦団、サラマンダー。第19戦団がレイブンガードといった、9戦団が原初のスペースマリン戦団というふうに呼ばれております。すでにですね、40K でプレイされている方はですね、設定はある程度分かっている方もいるかとは思うんですけども、ちょっとしか分かってないよという方は、あれと思った方もいらっしゃると思います。サプリメントといいますか、追加データですね。こちらが出ているのが戦団で、ここになかった戦団がありまして、デスウォッチとかブラックテンプラー、そしてグレイナイト。この3つが出てないので、この部分をですね、今回ちょっと説明していきたいなというふうに思います。まず最初の9戦団以外のお話ですね。まず分かりやすく言うとですね、まずブラックテンプラー戦団になっていますね。ブラックテンプラーはですね、後継戦団と言われているものの一つになってきます。読んで字のごとくですね、後継戦団は原初のスペースマリンから派生的に生まれた戦団になってきています。はい、ちょっとコデックスにもね、書いてありますので、少しだけ見ましょう。こちらのページですね、後継戦団というふうに書かれています。でブラックテンプラーはですね、ここにあるようなですね、後継戦団と呼ばれるものになっていまして、インピリアルフィストですね。インピリアルフィストの後継戦団の位置づけになっています。一応ですね、スペースマリンは1部隊1000人程度までに抑えましょうというふうな流れになってまして、その後に続いていた後継戦団といった形になっています。いろんなですね、戦団に分かれているんですけども、この各後継戦団の上にプライマークがいるというわけではありません。プライマークはあくまで9戦団。最初の中性派の9戦団ですね。こちらにいる方々だけになってまして、後継戦団の上にいるのは戦団長というふうに呼ばれています。ウルトラマリンの中ではですね、マルネルスカルガーとかが戦団長になっています。で、ブラックテンプラだとヘルブレヒトとかいうふうになっていますので、はい、各後継戦団には戦団長しかいませんよと。で、基本的にはそのプライマーク、上になっているプライマークの遺伝子を受け継いでいます。遺伝子をですね、改造の檻にですね、体に埋め込んで、その器官を植え付けていくといった改造をされています。なので、ブラックテンプラーはですね、戦団員は基本的にローガンドルの遺伝子を一部受け継いでいるといったものになっています。なのでですね、プライマークの血が色濃く出ているブラッドエンジェルなんかはですね、サングニウスっていうのがプライマークでいたんですけども、その子供たちと、いうふうに言われるような流れになっております。で、インペリアルフィストに限らずですね、各スペースマリン戦団にはですね、それぞれ無数の戦団が存在していて、ブラックテンプラーはですね、ほんとごくごく最近第9版で、サプリメントが発売されて使用しやすくなったという形になっています。一応ですね、大昔、第3版ですね、今10版なんですけど、第3版とか第4版ぐらいだったかな。そんな時にですね、ブラックテンプラの設定とか能力とかが載ってましたよというふうな話もあるんですけども、現行ですね、最近出てきたのは第9版で、しっかりと形作られてきましたよといった感じになっております。はい。なのでですね、非常に使用しやすくなったし、その衣装、見た目ですね、が反映されたキットなんかもたくさん出てやりやすくなったというふうになっております。で、普通のね、スペースマリン戦団をブラックテンプラみたいにしたいといった時はですね、作るカフェチャンネルでやっている下木さんの動画を見ていただければいいかなというふうに思います。で、ここでですね、少し疑問になるところがありまして、そうですね、他の後継戦団は使ってはいけないのか、
まあ、ブラックテンプラーコデックスサプリメント出てるけども、他のコデックスサプリメントが出てないとかは使っちゃダメなんですかといったことになると思います。まあ、ここにいるクリムゾンミストとかですね。はい。こちらとかも使っちゃいけないんですかといった感じになるんですけども。まあ、回答から言いますと、使って全然問題ありません。使う際はですね、こちらのスペースマリンコデックスを参照してですね、カラースキームとかの設定画があるので、これに基づいて作るか、まあ、オリジナルのね、後継センターを作ってやってみるかというのも全然 OK だというふうに思います。なので、基本的にはこちらの書籍に載っている能力を使えば、後継センターで遊ぶことができます。といった回答になります。でですね、サプリメントがあるんですけども、じゃあデスウォッチって何ですかというふうになると思います。はい、こちらですね、デスウォッチ。はい、デスウォッチのインデックスカードをちょっと持ってきました。こちらなんですけども、こちらも、サプリメント扱いにはなっています。なので、こちらを見て、こちらにない分はこちらから持ってくる。まあ、細かいルールはね、こちらちょっと見ていただいたらいいかなと思います。はい。で、このデスウォッチをですね、ちょっと簡単に紹介させていただきますと、実はスペースマリンの先端というわけではありません。なので、後継先端でもありません。では何ですかといったことになるんですけども、普通の先端とは違ってですね、帝国の異端審問庁所属になってきます。いわゆる出向ですね。いろんなスペースマリン先端からこのデスウォッチ異端審問庁に対してですね、出向された対ゼノ部隊、タウエンパイアとか、オルク、ティラニット、はい、そういった者たちを相手にするための、特務部隊みたいな感じの立ち位置になっているのがこのデスウォッチになってきます。デスウォッチに組み込むのもですね、結構いろいろ制約があった風に思いますので、はい、よくこれを読んでからですね、こちらから取り込んでくるといった感じにしたらいいかなと思います。まあ、そのデスウォッチはですね、各先端からエリスグリーンのですね、兵士が送り込まれていまして、まあ、デスウォッチへ出向するということは、まあ、非常に有能である証拠になってきますので、まあ、栄誉のあることになっています。はい。なので、まあ、デスウォッチはいろんな先端のですね、特殊能力を使うことができるといった設定になっているので、まあ、例えばそのホワイトスカー的な、軌道編成をしたりとか、いうこともできますよといった部隊になっているのがこのデスウォッチになります。はい。まあ、先端とは違うんですけども、また一風変わったですね、能力を使うことができるので面白いものになっています。そして最後ですね、グレイナイト。はい。グレイナイトはもう見た目どう見てもスペースマリンなんですけども、スペースマリンじゃないよといったものになってきます。まあ、全然違うというわけではないんですけども、少しだけちょっと違います。まあ、グレイナイトにはですね、総主張がいません。はい。で、皇帝自身のですね、遺伝子をそのまま、彼らの中に入っているというふうな、まあ、若干スペースマリンと違った改造の仕方を施されています。なので、まあ、その辺もですね、詳しくは発表されてないんですけども、実は、このグレイナイト自体がですね、設定上でもかなり秘匿部隊になっています。まあ、存在意義はですね、対デーモン部隊。歪みの中にいるディーモンですね。はい。こいつらと戦うために作られた特殊、サイキックスペースマリン部隊みたいな感じの立ち位置になってますね。で、帝国の中でも彼らの存在を知っているのはごく一部というふうに言われています。なのでですね、まあ、秘匿性がめちゃくちゃ高いので、彼らを見た、まあ、帝国の臣民たちはですね、もう処刑されてしまいます。はい。ほぼ処刑されます。知ってはいけない人たちが見てしまった場合。で、スペースマリンが見てしまった場合どうなるの？彼らも強いよってなるんですけども、まあなんとかしてですね、このスペースマリンはですね、捕獲してですね、記憶を消去して離されたといったぐらいの秘匿性が高い、部隊になっているのがこのグレイナイトという風になっています。なので使用しているですね、アーミーというかユニットですね、はい、もう、スペースマリンと全て異なっているという立ち位置になっています。なので、コデックスサプリメントというわけではなくて、このスペースマリンコデックスは必要ありません。これなくて大丈夫です。グレイナイトだけで、プレイすることができます。といったものになっています。まあ、対デーモン部隊ということでですね、サイキック能力が非常に特化したアーミーになっています。あんまりね、サイキック使っちゃダメよみたいな時代もあったので、まあ、それゆえにですね、ちょっと、秘匿部隊っていう風な立ち位置になっています。このグレイナイトが、この逆にスペースマリーンの部隊に一部入ってくるということもありません。ここはもう完全に分かれている。もう完全に独立型っていうのがこのグレイナイトという風になっていますので、
設定上ですね、この辺知ってる方もそんなに多くはないとは思うんですけども、別物なんだね、というふうに思っていただければいいかなと思います。ということでですね、今回スペースマリンのコデックスの紹介ではあったんですけども、さらっとですね、この設定を述べるだけでもですね、こんだけの大ボリュームのものになってきてしまいました。それでですね、各船団それぞれのですね、設定を掘り下げていくとですね、濃い内容になっていってしまいますので、いろいろなですね、スターターセットとか買っているとですね、スペースマリンは揃いやすいので、どれか一つですね、やってみて、そこから少しずつ掘り下げていくという風な形がいいのかなと思います。一回でね、すべて、分かろうとすると、ちょっと設定が深すぎるアーミーにはなってきますけども、その分ですね、スルメみたいにいつまでも噛んでいられるといったアーミーになりますので、はい、初心者からベテランまでおすすめのアーミーのコデックスになっておりますので、ぜひですね、はい、こちらを見てですね、自分でやるときは、こちらのアーミー見てですね、ステータス見て、アーミーを揃えていただいて、対戦相手をですね、倒したいときはですね、こちらのステータス見ながらですね、対策を練っていくっていうのがいいかなと思います。ということでですね、今回、コデックスの紹介、スペースマリンコデックスですね、こちらの紹介をしたんですけども、前後編で分かれて長い、説明になってしまったんですけども、皆さんお付き合いどうもありがとうございました。ということで、いかがだったですかね。はい。こんな感じでですね、今後、コデックスの内容をですね、踏まえて、アーミーの紹介も軽くさせていただこうかなというふうに思っております。で、各、アーミーのですね、もっと深いところはですね、人気のコーナーでまた違った角度からですね、紹介させていただけたらなというふうに思っております。ということで、今回の動画がね、少しでもいいなと思っていただいた方は、いいねボタンとチャンネル登録の方、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てください。バイバイ。